はい、皆さんこんにちは。マーク T です。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと車のパーツから一歩外れるんですけど、50代の方に必見だと思いますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。はい、ということで今日はですね、何を紹介するかというと、アップルさんから先月発売されたエアタグです。こちら。これね、ツッチーさんが1個持ってていいなと思って私も買いました。でちょっとねレーザーマーキングなんかしてもらったので、それで時間かかってしまいましたけど、今日こちらを取り付けて、レビューしたいと思います。でこちら何に使いたいかっていうとですね、車がどこに置いてあるか忘れるんですよ、すぐ僕。それとあと鍵がいつもなくなるんですね。例えばどこか出かけた時とかに落としたりしたことも過去何回かあってですね、非常に見つけるのに苦労したりしたんで、ぜひこれをね活躍させていけたらなと思って、実際使い物になるのかどうか皆さんにご参考になればと思います。はい、こちら実際にですねちょっと開けてみたいと思いますね。アップルの製品はね、箱が綺麗ですよね。ここを開けてくださいとありました。こうか。4つ入ってます。こんな感じですね。4つもいるんかって感じもするんですけど、いるんですね、僕の場合。そこから中で忘れてくるので、こんな感じで番号を振りました。 MT1、MT2、MT3 と MT4 ということで、こちらね注文する際にそういうサービスがあって、これをやってみました。マーク T の略です。すげえ綺麗で、これ引っ張るとスイッチが入りました。綺麗っすね。さすがアップル製品。でこれはこの鍵とかね入れるやつのためのものです。で今日車につけるのはこちら、シリコンで、どっから入れるのこれ、ここから入れるんだね。でこれが貼り付くと。で車のどこか見えないところに貼っておくと、車がどこに置いてあるか分かるし、万が一車が盗まれたなんてことがあっても追跡ができるかもしれないですね。あとキーホルダー、キーホルダーね、純正でも出てましたけど、Amazon で安いのがあったので、そっちにとりあえず試しに買ってみました。アップルのはね、純正だけあって結構いいお値段するですよね。これはどっち向きもないのかな。こんな感じですね。あともう1個、とりあえずねホルダーを3つにしたんですよ。あともう1個、今何に使おうか悩んでるんですけど、とりあえず車の鍵、部屋の鍵、あと車自体に、もうこれが一番高級感あるな。Amazon のレビューで一番良かったんですね。これとこれメーカー違うんですね。ちょっとね見栄えが違う。こっちの方が高級感があるね。こんな感じです。これでどんな感じなのか、とりあえずまずは iPhone でどういうセッティングになるのか。 iPhone のセッティングでどうなるやら。早速もう来たな、コネクト。どれがどれなんだろう。いっぺんに入れちゃったからどれがどれだかわかんねえぞ。アバルトセレクト絵文字リプレイスメントディス。ドイツがつながったんだ。鳴らせばいいのかな。こいつをこいつが鳴りました。よし、これを部屋の鍵にしよう。よし、これをアバルトにすればいいですね。これねすごくね、今出張行けないからですけど、海外旅行じゃないけど、海外出張とか行く人はこれラゲッジにつけていくと絶対いいですよね。アメリカ行く時とかなんかラゲッジロストなんてしょっちゅうあったんだけど、これがあればラゲッジがどこにあるか全部わかるので絶対あった方がいいですよね。今までこの300さんの使ってましたが、これにつけるとねさらにでかくてちょっとあれなので、これは外して、これがアバルトのキー、こんな感じにつけました。あと僕がしょっちゅうなくす家の鍵ね、これ。
なくすっていうかね、家の中で見つからなくなるんですよね。家の中でね、しょっちゅうあれどこ行ったってしょっちゅう探すですよ。ちゃんと決められたところに置けないんですよね、私ね。だから物がなくなるんだな、いつもな。まあこんな感じでこれを車に貼って、車のどこに置いても見つかるのかどうかちょっとやってみたいと思います。これね、いろいろやってみたんですけど、今、皆さんご存知かもしれないですけど、アップルのアップルマップ、純正のアップルマップは車を止めたところを記録してるんですね。これ多分 AI 的にこの移動が車だとか、最後に車が止まったとこっていうのはその速度とかで分かると思うんですけど、今ここの画面にこうやって出てるように止めてある場所がだいたいパークトカーって、これ僕英語モードにしてるんでそうやって出るんですけど、駐車してる場所がこうやって出るんですね。なのでこの車の止めてる位置、実際に建物の中じゃない、おそらくその最初帰ってきてバックする前にそこで止まって、その後ノロノロ動いてるからこうずれてると思うんですけど、これがこのパークトカーの場所なんですね。でこれに対してこの Find Me でやると正確な場所、もう少し建物の中になってるという感じで、この車のマーク、これが今どこにあるかっていうマークなんですけど、この Find 見つけるってやるって、こうするとこういう画面が出て、こうやって方向が出るんですね。車の中に置いてあったやつが表示するかどうかですね。なのでここまで正確にこうやって出るんですけど、これがね、結構近くなので、どっちかっていうとこの機能、これね、矢印の出る機能は車を見つけるんじゃなくて、鍵とか財布の中に入れたりとかすればそれを見つけるっていうためですね。なので駐車場どこに止めたっけなって言うんだったら別にこれいらないですね。ただ万が一車が盗まれたりとかした場合はこれがあればどこに行ってるかって分かるという感じですね。でこれストーカー防止とかいうので他の iPhone を持ってる方がこれを持つとこいつがくっついてくるよって言うんですけど、この間ツッチーさんのやってみたんだけど、僕が持ってね、でも出なかったんですよ。でいろいろ調べるとどうも72時間は出ないと。なので72時間以内に自分の車を見つければ、盗んだ人がこの車エアタグ積んでるなっていうのは分からないっていうことで、ストーカー防止の割に72時間の猶予があるんだったらそんなの使われちゃいそうな気もしますけど、これはそれよりもこういった鍵をよく僕みたいにどこ行ったって家の中で探してるようなおっさんいませんか？僕だけかな。で僕は鍵とあともう一個使い道を思い出したんですけど、これね、財布ですよ。財布もね、こういった財布、これにこんなに厚みのあるもの入れたらどうなんてとこもあるんですけど、気にならないな。カードがいろんなポイントカードとか入ってたりしたらその厚みなんてすぐ 7,8 ミリいっちゃうからね。診察券だったりおっさんになるといろんなカードがいっぱい増えますよね。でここに入れとけばいいのか。そんな邪魔にならないな、思ったより。これ財布の中にもう一個入れておこうということで4つ目の使い道が決まりました。一番なくなって困るのは財布だからね。ただこれが財布の中に入ってて、財布ごとどっか落としたとして、これを拾った時になんでエアタグ入ってんじゃん、ポイって捨てられて持ってかれちゃったら終わりなんですけど、そうならないといいな。でもどこに、家の中とかね、あれ車の中に忘れてきたかなとか、どっかバッグの中入ってるなとか、そういうことはこれでわかるかなって感じですよね。これで財布の中入れとけば、財布どこ置いたって言った時も家の中で探し回る必要もないという感じですね。でこのさっきの矢印のこういったね、近くにここだよっていうのは iPhone 11と12だけなので iPhone SE は使えないということで iPhone 11か12の人だけしか使えない機能になってますね。で車の中ね、今いろいろ
ダッシュボードの中とかトランクの中とか、車の中ってシールドが強いので大丈夫なのかなと思ったんですけど、全然大丈夫ですね。いろいろ実験してみたんですけど、どこに置いてもロストしなかったですね。ちょっと車が遠い時とか、Apple マップが今度ロケーションでやってくれるんですね。今散歩がてらちょっと500メーターぐらい向こうまで歩ってみて、でそこからここまでこれだけで戻ってこれるかっていうのをやってみたんですけど、ちゃんと近く3メーター以内まで来て、で3メーターぐらいになってくると今度このフワンフワンフワンっていう画面になって方向を示してくれると。車はね目の前にあるから車だってすぐ分かるので、例えば車盗まれたりとかしても、あれ車ないってなってもすぐ見ればこう走っていくということが分かりますね。でこの鍵もね、これスキーなんか行く人だったら絶対必須ですよね。これ山の中でどこまで反応するか分かんないですけど、スキー場って春になると鍵がいっぱい落ちてますからね。そういったことを考えると、スキーとかあと、遊園地とかね、ディズニーランドみたいなとことかで落とした時とかね、こういろんなとこで鍵がなくなって騒ぐわけですけど、皆さんそういうのも防げるし、すごくおしゃれだし、ポケットの中で邪魔にならないしと、素晴らしいかなと思いますね。はい、そんなわけで、今日はこのエアタグをご紹介したんですけど、これねメリットばっかりでデメリットがないかなって思ったんですけど、今のところ特にねデメリットらしいデメリットないですね。軽いし小さいし、厚みも8ミリしかないのでポケットの中に入れてても邪魔にならないしね、ファインドメイで探すのも早いし、もう正確な場所までわかるし、で音も割と高い音なので聞き取りやすいですね。どこに行ったか、よくこんなものからあんな音がするなってぐらいなね音がします。なので車、バイク、自転車、そういった方はねこれがあると保険にもなると思いますね。デメリット、そうだな、デメリットあえて言えば1個3800円は安いと思うか高いと思うか、それは人それぞれですけど、僕は値段相応でいいんじゃないかなと。むしろ4つ入りだと安い気がしますね。今のところ使ってて特にデメリットはなかったです。いろいろねちょっとこれ使って買い物とか行ってみたんですけど、車の場所も正確に置いてある場所まで出るし、鍵万が一なくしても安心感があるので、出先でポケットからもし万が一落ちてもすぐ見つけられることが可能かなっていう気がしますね。そんなわけで、皆さんもぜひですね、僕みたいに鍵どこ行ったっけっていつも探すような人はこちら使うといいと思います。ぜひおすすめですね。もちろん iPhone が11か12じゃないとダメっていうのもあるんですけど、それではまたご覧いただけたら嬉しいです。ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。